アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。現在のところ Amazon で電子書籍を5冊出しています。5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。このチャンネルは今年のゴールデンウィークから本格始動したばかりのアダルト・チルドレン専門チャンネルです。頑張って週に2、3個動画を上げています。皆さん、新参者を応援してください。チャンネル登録をお願いします。字幕も整備してありますので、字幕が必要な方は字幕の設定をオンにしてください。アダルト・チルドレンは人間関係がこじれてしまうと、相手の出方を伺ったり、時間が解決してくれるのを待つ人が多いです。これだと修復できる関係も悪化してしまうことが多いです。今日はこじれてしまった人間関係の修復方法について話します。以前、人間関係改善方法という動画を出しました。今日はそれの続きになります。そちらを見てからの方が理解しやすいと思います。よかったらそちらからご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。ざっとおさらいをしておきましょう。アダルト・チルドレンは性質上心が育っていなかったり、依存心が強かったり、コミュニケーション能力など社会的スキルが育っていなかったり、認知の歪みがあったりします。そこで依存心や甘えから自分の方がああしてあげたい、こうしてあげたいという姿勢はほとんどありません。逆に、ああしてこうしてが激しく強いです。激しく強いのに期待通りの結果が得られないので憎しみを持ちます。また、コミュニケーション能力が育っていないので気持ちを通い合わせることも苦手です。また、周りは敵だ。人間は自分を傷つける存在だ。とか、人間は煩わしい存在だ。などの認知の歪みがある人もいます。これだと人間関係はうまくいきません。これらの性質を少しずつ変えていくことを目指しながら、心の持ち方を変えていきましょうという話をしました。例えば、自分だけもらおうとするのではなく、または自分が犠牲になるのでもなく、ウィンウィンを目指しましょう。身構えすぎてシャッターを下ろしておくのではなく、シャッターを開けましょう。自分だけ勝ちを目指すのではなく、協力を目指しましょう。完全を目指さないで、自分も他人も欠点があってもいいという思考に変えましょう。コミュニケーションのトレーニングをしましょう。このような話をしました。これらは人間関係のトラブルを減らすための改善方法です。今日はトラブルが起きてしまった後の改善方法を話します。アダルト・チルドレンはこのような性質なので、どうしても人間関係のトラブルは起きます。また、心が成長した人でも人間関係のトラブルは起きますので、減らすことはできてもゼロにはできません。であれば、誤解や勘違いやその時のネガティブ感情でトラブルになってしまっても、修復する能力をつけましょう。一気に完全な能力などつきませんが、でも今はゼロです。これが10になるだけで現実は変わってきます。アダルト・チルドレンは依存心が強く、憎しみがあったり、人が怖かったり、コミュニケーション能力がなかったりするので、友達と険悪の中になってしまった時に、
取り返しがつかないことになったと思って、なんであんなことを言ってしまったんだろうと後悔はするものの、関係を修復する努力は何もしないという人が多いです。つまり自分にはどうすることもできないと感じている人が多いです。また、アダルトチルドレンは自分も他人も分かっていないので、険悪な関係になってしまったときに、どっちが悪いのか分からないということがよくあります。確かに、アダルトチルドレンは自己中心的なところがあるし、自己防衛もすごくて、自分が悪いことも多いです。でも、アダルトチルドレンの性質や自分の特徴にまだ気づいていない人は、自分が悪いとは認識できません。ある程度勉強をして、自分の特徴に気づいてくると、今度は明らかに相手が自己中心的でも、どっちが悪いのかわからないという状態になることがあります。また、多くのアダルトチルドレンは、心が未成熟な親に育てられています。心が未成熟の親は、子供のように自己中心的です。そして子供よりたちが悪いのは力があるところです。力があって自己中心的なので、お前が悪いという前提で強く出てくるのです。そこで小さい子供は親に怒られると、それが親の自己中心性からのものであっても、自分が悪いと解釈するようになります。このような親に育てられた人は、大人になって人間関係のトラブルが起きると、自分にすべて責任があると感じる人になりやすいです。単なる誤解だったり、お互いに非があるのに、何でもかんでも相手が悪いということにしてしまったり、何でもかんでも自分が悪いということにしてしまうと、対応も間違えてしまいます。まずはアダルトチルドレンの特徴を熟知して、自分の欠けているものを知って、そのせいで無意識でいるとこうなってしまうということを知っておかないと、人間関係のトラブルも増えるし、自分が悪くてもそれに気づけません。アダルトチルドレンの特徴は、アダルトチルドレンの特徴を知って生きやすくなるという再生リストを作ってありますので、よかったらそちらを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。次に、相手がひどく怒っているからといって、相手の甘えや誤解や認知の歪みであれば、相手の問題です。アダルトチルドレンの特徴を知って、自分の甘えや自己防衛や認知の歪みなどが分かってくると、相手のことも分かってきます。このようにして事態を正確に見れるようになることが最初の一歩です。次に自分の問題だろうが、相手の問題だろうが、お互い様だろうが、ただの誤解だろうが、人間関係のトラブルはあって当たり前です。一回も誤解も対立もないというのは、自分を出し合っていないということです。自分を出し合わなければ、上辺だけの関係しかできません。親しい関係というのは、自分を出し合って誤解や対立などの危機を乗り越えて強化されていくものです。愛されて育った人は、根っこで基本的信頼感があるから、誤解や対立などの危機があっても仲直りができます。基本的信頼感とはエリクソンの言葉ですが、簡単に言うと、
親に愛された人は自分はありのままでいいのだと自分に自信を持てる人になります。また親に愛されたのだから人間とはいいものだと他者や社会を信じられるようになります。このような自分と他者や社会を信頼できる感覚が基本的信頼感です。逆に親に愛されるどころか責められていたり無視されたり雑に扱われたり助けてもらえなかったりもっとひどければ虐待されていたりで自分も人も社会も信用できないという感覚は基本的不信感です。アダルト・チルドレンはこの基本的不信感があるからいろいろな問題を抱えているのです。その問題の一つは人を信頼できないということです。だからアダルト・チルドレンはたった1回のトラブルでゼロになってしまうのです。でも間違ったことを言ってしまったのなら、あるいは誤解をされたのなら、謝ったり説明すればやり直せる人間関係はたくさんあります。また、相手の問題で攻撃されたとしても、悪意で攻撃してきたのではなく、相手の満たされていない欲求や愛情欠如などの結果かもしれません。悪意で攻撃され続けていたり、悪意でなくても何度も続いて耐えられないのであれば離れた方がいいですが、そこまで広くなくて、さらにその人と親しくなりたいという気持ちなのであれば、やり直せる可能性はたくさんあります。多くのアダルト・チルドレンは人間関係修復能力に自信がないので、相手の出方や時が解決するのを待ちます。あなたは怖くて相手を避けているだけだとしても、このピリピリムードの中では、相手はあなたが怒っている、無視している、避けている、このように感じやすくなります。こじれた人間関係というのは、放っておくと目に見えないところで悪化していくということです。では修復の仕方ですが、まずその関係を自分はどうしたいのかということを考えましょう。ただこれには注意点があります。人間はポジティブなことよりネガティブなことの方が意識に強く残ります。ましてやアダルト・チルドレンは特にネガティブなことに意識が集中します。こうなるとポジティブなことが10あってもネガティブなことが1起きると今までのポジティブな貯金をゼロにしてしまいがちです。そうなってないか注意が必要です。そのことを注意した上で続けたくない相手であれば離れればいいし、続けたい相手であるのならば相手の出方や時が解決してくれるのを待つ生き方ではなく、できるだけ早く自分の方から何らかのアクションを仕掛けましょう。こっちが身構えていると相手も身構えるので、遅くなればなるほど改善が難しくなっていきます。まずは人間関係改善方法の動画で取り上げたアダルト・チルドレンが人間関係を壊してしまう特徴が出ていなかったか考えてみましょう。つまり依存心や甘えからああしてこうしてが激しく強くなっていないか、自分の欲求は
完全に満たされて当たり前だと思っていないか、自己中心的になっていないか、相手を敵と感じていないか、きちんとコミュニケーションしていたか、などです。自分の側の問題や認知の歪みに気づくことは、今後も続いていく長い人生のことを考えると、とても有意義なことです。次に、相手の立場から事態を見てみましょう。こっちはこっちの正義で自分が正解だと思っています。相手は相手の正義で相手が正解だと思っています。相手の正義はどのような正義なのか、相手の目で事態を見てみましょう。次はそれらを伝えましょう。関係を修復したいのであれば、相手をけなしたり、見下したり、怒ったり、イライラをぶつけるのは論外です。相手を責めるのではなく、相手をリスペクトした上で、自分の反省点と、君はこういう気持ちだったんだよねという相手の気持ちと、俺はこういう気持ちだったんだという自分の気持ちと、修復したいという気持ちを伝えるのが目標です。相手がどのような関係の人か、あるいは相手の心理的成熟度などにもよりますが、恋人とか配偶者とか親しい関係であれば、君の言う通りだ。確かに毎日毎日飲んで帰るのは君をないがしろにしていた。僕は自分のことしか考えていなかったことに気づいたよ。君は僕に雑に扱われている気がしてたんだよね。ご飯を作って待っててくれてるのに帰ってこなかったら誰でも腹が立つと思う。君が怒るのもよくわかるよ。でも僕は家に帰ると君に無視されているように感じていたんだ。この前君に話しかけても返事もしてくれなかったよね。あれで傷ついたんだ。だから家に帰りたくなくて、ついつい毎日毎日遅くまで飲んでしまっていたんだ。本当は最近険悪なムードになっていることを話し合わなければいけなかったのに、逃げていてしまったことに気づいたよ。今まで君を避けていたけど、君を失いたくないので修復したいんだ。だからこのことについてもっと話し合いたい。僕は今言ったように、君は僕に雑に扱われている気がしているんだろう。ご飯作って待ってるのに帰ってこなかったから腹が立っているのだろう。と思ったけど合ってる？話しかけても返事もしてくれなかったということは、その前に僕が何か傷つけてしまっていたのかな？他にも何か不満ある？実際君はどう思ってたの？このような感じで自分の反省点と相手への共感を伝えられたら、そして共感で足りなかった部分をお互いに受け入れられたら、誤解も解けて修復できる可能性が上がると思います。もちろん積み重ねですので、話し合った後は信頼を積み重ねていかなければ逆戻りしてしまいます。また、すでにもうお互いにマイナスを積み上げすぎてしまったのであれば、修復が大変かもしれませんが、修復したいのであれば、自分の反省点と自分の気持ちと相手への共感を伝えてみてください。では、ポイントを振り返ります。子供の頃に友達と喧嘩をして落ち込んでいたとします。親が、ケンちゃんと喧嘩しちゃったのね。そりゃ悲しい気持ちになるよね。と気持ちを汲んでくれて、
明日どうすれば仲直りができるか一緒に考えてくれた。このような人は、親に気持ちを汲んでもらってるから、共感力やコミュニケーション能力も増すし、トラブルが起こっても解決すればいいということを覚えます。でも、アダルトチルドレンは、愛されていれば自然と身につける人間関係のスキルを習得していません。それどころか、依存心が強く、憎しみがあったり、人が怖かったりするので、人間関係のトラブルを自分の力ではどうすることもできないと感じている人が多いです。自分からは何も仕掛けないで、ただ相手の出方を伺っているのは、人間関係修復能力がゼロということです。たまたま相手の方から優しい声をかけてきてくれれば、関係を修復しますが、自分の方からはその能力がゼロということです。こじれた人間関係は、時間が解決してくれるというものではありません。放っておけば置くほど関係が悪化することの方が多いです。だから関係を修復したいのであれば、なるべく早めに自分の方から動きましょう。そしてこの自分の方から動くという姿勢は、ただ目の前の関係を修復するということだけではなくて、自分の心を成長させるということにもなります。依存的な人が自分から欲しい結果を得ようとすることは大きな成長をもたらします。関係を修復したいときは、相手をリスペクトした上で、自分の反省点と、君はこういう気持ちだったんだよねという相手への共感と、俺はこういう気持ちだったんだという自分の気持ちと、修復したいということを伝えてみてください。そして相手の話をよく聞いて、共感で足りなかった部分をさらに受け入れる。この姿勢でコミュニケーションしてみてください。相手や状況や積み重ねにもよりますが、相手の出方に任せて何もしなかった時よりは修復の可能性は大幅に上がると思います。アダルト・チルドレン用の人間関係の本を書きました。興味がある方はそちらも読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルにスーパーサンクスという投げ銭機能をつけさせていただきました。もしこの動画が役に立ったり楽しんでいただけたならスーパーサンクスを押して応援していただけると嬉しいです。今は全力で YouTube 活動に専念しています。皆さんの応援があってこそこうしてコンテンツをお届けできています。もしスーパーサンクスでサポートしていただける方がいらっしゃいましたら、スマホ画面ですと高評価ボタンの並びにあるサンクスと書いてあるボタンをタップしてください。パソコンですと高評価ボタンの並びにある3点リーダーをクリックするとサンクスが出てきます。皆さんの応援が本当に励みになります。いつも温かいコメント、高評価ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。では仲間の皆さん、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。